本日の動画は紙でメインブレードを作るという変わったもの好きにはたまらない内容でございます。使用する紙は何らかの梱包に使われていたもので、昭和の例えで言うと綿子の素材的な感じです。これを見た瞬間、K110のメインブレードに使えるんじゃないのと思い保存してました。正しく使おう。みんなの電波。総務省電波適正利用推進委員会。昔 RC 航空ページェントの会場でもらったものです。K110のメインローターブレードの輪郭を書き写します。なるべくきれいに書き写した方がいいですね。紙の端が少し丸まっている方をブレードの前縁にすると良いと思うので、その部分にブレードの前縁を合わせましょうね。割と手にはよくやってますが、好奇心旺盛な私でも紙でローターブレードを作ったことはないので、今回の工作はぶっつけ本番の動画ですよ。バランスが大事な重要部品なので、すべての工程を丁寧にやった方がいいですね。型取りができましたので、次の工程です。梱包用の透明テープで厚紙の表面をコーティングします。裏と表を透明テープでコーティングしました。カッターナイフなどで丁寧にカットします。この作業は特に丁寧にやらないとブレードのバランスが崩れて振動原因になります。飛ぶことを前提で精密に作業をするのはバカバカしいと思いますが、夢を持ちましょうね。薄い紙を積層させた厚紙なので断面が裂けてきます。補強として木工用ボンドを縁に塗布します。ボンドが乾くまで大事なテストをしますよ。紙製ローターブレードで一番心配なのが遠心力で吹き飛ぶのではないかということですよね。なので引っ張りテストをしてみました。レディー第一関門突破です。抜けませんでした。計算ではこれぐらいの遠心力が発生するそうですが、その倍以上の引っ張り強度があるようです。ほんの少し長穴になってますね。もっと強度がないものと思って補強用のプレートを作っておいたのですが、必要ないようです。でも全世界の方が見ているので、十分な安全対策として裏側に1枚だけ貼ることにしました。プレートを両面テープで貼り付け、ブレードの全長の重心を測りました。丁寧に作ったおかげか2枚のブレードにそれほどの違いはありませんでした。ブレードの重さもほとんど同じでした。純正ブレードより 0.6g ほど重くなりました。紙ローターブレードが完成しましたので K110S に取り付けます。ローターのバランスも取りました。ここまで4分47秒の動画再生時間ですが、飛ばないであろう紙製ローターブレードに期待している方は何人いるのでしょうか。これただの厚紙ですからね。よく断面が長方形のただの板です。飛んでしまったら航空力学を根底から覆すことになるわけないと思いますが、飛んだらチャンネル登録よろしくお願いします。
他にチェックするところはあるのかな、ないのかな。あ、そうだ。多分ハントルクが大きくなるので、この小さなテールブレードではテールが抑えきれないと思いますね。とりあえず飛行の準備は整いました。おそらく YouTube 初の試みかと思いますが、飛ばなくても怒らないようにしてくださいね。マジでぶっつけ本番の無修正動画ですよ。ラダーがハントルクに負けてしまいます。当て舵も入りませんね。チェックしますね。あらら、テールブレードの軸にクラックが入ってます。最近、このプラスチック弱くないですか？改善希望です。テールブレードを交換しました。こいつ浮くぞ、浮いたぞ。ここで ESC がオートカットに入りました。飛びましたね。安定も良かったです。バッテリー切れでオートカットに入りました。計算すると 7.4 アンペアほど電流が流れていたようです。ノーマルブレードの2倍ぐらい電気を食いました。ただの板ですからね。ブレードの先端も角張ってるし、 ESC やモーターの発熱も異常ではなく、それほど負担もかかってませんでした。厚紙は 2mm です。ということで紙製のメインローターブレードを作り、
ぶっつけ本番で飛ばしてみた動画でした。最後に、真似をする場合は自己責任でやってください。くれぐれも怪我をしないようにやってね。